皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は京都懐石料理店千のご紹介です。千はミシュラン星付きの日本料理店で、日本の季節の風物詩をお料理で感じさせてくれる趣向を凝らした料理店でもあります。詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはドリンクから。ノンアルコールを希望したところ、お料理に合わせてお茶を出していただくことになりました。飲み物が来たところでメイン食材のご紹介です。とっても生きのいい伊勢海老です。そして後ろに控えているのが団子のカニです。伊勢海老といい、このカニもすごい迫力。もうとっても楽しみですね。メイン食材の紹介が済んだところでおとそが出されました。この時はお正月だったので金箔銀箔入りです。そして次にお正月らしい装いで登場したのはトラフグの白子。わー、絶対に美味しいに決まってる。こちらも銀箔入りです。下にはお米が敷かれていましたよ。白子は炭火で丁寧に炙ってあり、クリーミーというよりスプーンで切れるような少し固め、とても美味しいです。お次はお椀、京都の白味噌です。紅白結びがお正月らしいですね。上品なのにしっかりとしたお味でとても美味しいです。器は博物館で展示されるようなすごい職人が作ったそう。この扇子のように末広がりといきたいですね。お次はお作り。上から時計回りで伊勢海老、アオリイカ、ウニです。とっても美味しそう。塩かお醤油でいただきます。イカは新鮮であればあるほど美味しく感じますが、これは先ほどまでのとても新鮮なイカで美味しい。伊勢海老はこれまでの概念が大きく覆るほど美味。抜群の火入れ加減でプリプリ食感にシャキシャキも加わり、驚くほどの美味しさです。ウニは何もつけずにいただくことにしました。高級寿司屋で出てくるような美味しいウニでびっくり。とてつもなく美味しかったです。そしてお次はフグ料理。フグ、てっぴ、あん肝ソースです。あん肝のソースとてっぴがいい感じで混ざり合い、お口の中は幸せな状態になります。フグの身をこんなに分厚く切ったものを生でいただくのは初めての経験でした。お次はハッスン。とても美しい盛り付けですよね。柚子の中には数種類のかぶらを使った紅白なますが、そして左から車エビとアマダイの手まり寿司が並んでいます。その隣には数の子とからすみをまぶしたフグの唐揚げがあります。さらに手前には菜の花と松葉黒豆が、金箔も全体にかかっており、こちらもお正月らしいおめでたい演出です。紅白なますの下にはなんと肉厚のアワビが隠れていました。分厚いのにとても柔らかくて美味しかったです。もちろん紅白なますも美味しかったですよ。松葉黒豆はしっとりとしていて上品な甘さです。黒豆は作るのが難しいですよね。職人さんはやっぱりすごいです。こちらはおせちといえばの数の子ですね。日本酒と合わせたくなりました。フグの唐揚げは上品なお味にからすみの塩味が合わさって、こちらもお酒が飲みたくなる一品です。車エビの手まり寿司は大きい車エビで噛めば噛むほどエビの甘みを感じます。鯛は身が厚いためとても食べ応えのある手まり寿司でしたよ。また車エビの頭の部分も出していただきました。炭火で焼いているので香ばしかったです。お次は待っていましたの丹波のカニです。透き通っていてなんと美しいのでしょうか。もはや美術品のよう。カニは目の前で炙り焼きにしてくださいます。見ているだけでドキドキしちゃいました。香ばしい香りが店内に広がっていきます。見た目も香りも素晴らしく幸せな気持ちになりましたよ。焼き上がったものがこちら。
カニの火入れも抜群で、香ばしさだけでなくカニの身の汁がじゅわっとし、みずみずしくもありました。一本一本カニの繊維を感じましたよ。カニのハサミの部分もいただきました。当たり前に美味しいです。胴元の部分は身のほぐし方のコツを教えてもらい、自分でもほぐしながら美味しくいただきました。辛い例があふれるほどたくさんいただきましたよ。とっても素晴らしく絶品でした。カニ料理はまだまだ続きます。カニの胴とカニ味噌蒸しあんかけ。これは旨味の塊でした。カニ味噌の濃厚さと香りがふわっと鼻を抜けて、永遠に食べていたいほど美味しいんです。そしてご飯ものは鯛の炊き込みご飯とお味噌汁、2口分の量をよそっていただきましたよ。ご飯ものは様々な種類から選ぶことができ、鯛めしだけでなく白米も追加、こちらも2口分です。もっと食べたかったけどお腹いっぱいでした。夫はカニ玉ご飯を注文しました。なんとも贅沢ですね。最高に美味しかったそうです。さらに夫はからすみ餅を追加していました。これは私も食べたかったので食べられず残念。そして最後に出てきたのはくわい餅。くわいを餅にしているのをいただくのは初めてです。白あんが入り、外はサクサク、中はしっとりし、上品な甘さでした。そして一緒に出てきた抹茶もいただきましたよ。ごちそうさまでした。また帰りがけにお土産におかきをいただきましたよ。今回はお正月の1000の料理のご紹介でした。京都のおすすめできる日本料理屋です。この動画が少しでもお店選びの参考になると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。